今日はこれから晩ご飯を作ります。今日はもずくスープをこれから作ろうと思います。鍋にだし汁を沸かしておいて、きのこを切っていきます。今日はもずくときのこで食物繊維がたっぷりとれて、お腹の健康に嬉しいスープにしようかなと思います。きのこの種類はどんなものでも大丈夫です。今日はしめじとえのきを使います。だし汁が沸いたらきのこを加えて3分ぐらい煮ます。だし汁の量は3人分で 500cc ぐらいが目安です。きのこが煮えたらもずくも加えます。今日は味付けされていない生のもずくを使ってますが、市販のもずく酢を使っても大丈夫です。醤油小さじ1、塩小さじ1/2も加えてさっと煮たらこれで出来上がりです。もずくは水溶性食物繊維が豊富で、腸内環境を整えて便秘改善に役立ちます。また糖質の吸収を緩やかにする働きもあるので、血糖値が気になるという方にもおすすめです。余ったきのこは切ってから冷凍保存します。こうするといつでも使えてとっても便利です。それから今日はわかめも買ってきたので、ほうれん草とわかめのおろし合いを作ろうと思います。わかめはたくさんあるんですが、食べる分だけ水で戻しておこうと思います。わかめはまだたくさんあるんですが、こっちはとりあえず冷蔵庫でそのまま保存しておこうかなと思います。そうしたらほうれん草も茹でていきます。ほうれん草はまず根元の方に包丁で十字に切り込みを入れていきます。ほうれん草は根元の方に結構砂が溜まってるんですけど、切り込みを入れてからボウルに水をためて、その中で根元を浸して振るようにして洗うと汚れがよく落ちます。鍋に熱湯を沸かしてほうれん草を茹でます。ほうれん草はまず茎の方を下にして30秒ぐらい茹でたら、葉っぱの方も沈めてさらに30秒程度茹でます。合計で1分茹でたら冷たい水にさらして冷まします。そして水気をよく絞っておきます。ほうれん草は包丁で4センチぐらいの幅に切ります。ほうれん草には抗酸化作用のあるベータカロテンやビタミン C、貧血改善に役立つ鉄分や葉酸などの栄養素を多く含んでます。ほうれん草は茹でてから切るようにすると水溶性の栄養素も失いにくくて、無駄なく栄養を取ることができます。わかめは水で戻したら食べやすく切っておきます。今日はこういう生のわかめを使ってるんですが、もちろん乾燥わかめを水で戻して使っても大丈夫です。わかめは 50g ぐらい使いました。
あとは大根をすりおろします。大根は皮がついたまますりおろします。大根って皮を剥いて使う方も多いかもしれないんですが、皮の近くにはビタミン C や食物繊維が豊富と言われているので、ぜひ皮ごと使ってみてください。大根おろしは軽く水気を絞ったら、ほうれん草とわかめと混ぜ合わせます。器に盛り付けて食べるときにポン酢や醤油をかけて食べます。次はミニトマトで塩だれトマトを作ろうと思います。まずミニトマトは10個程度を半分に切っておきます。切ったらボウルに入れて、ごま油小さじ2、鶏ガラスープの素小さじ1/2、おろしにんにく小さじ1/2、白いりごまも適量加えて混ぜ合わせます。さっきのわかめのおろし和えが結構さっぱり系だったので、トマトはごま油を加えてコクのあるメニューにしてみました。次はメインのおかずのしそ味噌つくねを作ろうと思います。つくねは8個分作る予定なので、しそも8枚用意しておきます。長ネギ1/3本はみじん切りにします。長ネギをみじん切りにしたら、あとはボウルに全部の材料を入れて混ぜ合わせます。材料は鶏ひき肉 300g、木綿豆腐1/4丁、長ネギのみじん切り1/3本分、片栗粉大さじ1半、味噌大さじ1半、みりん大さじ1、醤油小さじ1です。混ぜるのは手で混ぜてもいいんですが、スプーンでぐるぐる混ぜるだけでも大丈夫です。よく混ぜて粘り気が出てきたら OK です。そうしたらフライパンにサラダ油をキッチンペーパーで薄く塗っておきます。まだ火はつけないで大丈夫です。そして小さなボウルにごま油を少し入れておいて、それを手に塗ってつくねを丸めていきます。油を手につけると肉種が手にひっつきにくいです。丸まったら表面にしそを貼り付けます。そしてしその方が下側になるようにしてフライパンに並べていきます。全部並べ終わったら火をつけます。中火で焼いて焼き色がついたらひっくり返します。そして中までしっかり火が通るようにひっくり返したら蓋をして蒸し焼きにします。火加減は弱火から中火ぐらいの火加減にします。4分から5分ぐらい蒸し焼きにしたら出来上がりです。これはしっかりめに味をつけているので、タレなどはかけないでこのまま食べられます。お豆腐も少し加えてるので、ふわっとした食感の美味しいつくねになってます。そうしたら最後に簡単なおつまみもちょっと作ろうかなと思います。ささみのネギポン酢を作ります。まず耐熱容器にささみ3本、酒大さじ1を振って電子レンジで4分加熱します。加熱が終わったら箸でささみを粗くほぐします。そんなに細かくはほぐさなくて大丈夫かなと思います。
ほぐしたらお皿に盛り付けて、小ネギと七味唐辛子とポン酢をかければ出来上がりです。これは材料さえあればとっても簡単にできるヘルシーなおつまみのメニューになってます。ぜひ作ってみてください。そんなわけで今日はこんな感じで晩ご飯ができました。いただきます。かもしれない。あったら美味しい。焼き鳥のさ、つくねとかの食質巻いてあるんだよ。美味しいって。なんか。少なめだよ。かもしれない。せーの。薄めにしといた。ティッシュ。なくなっさっき。プール。今日の朝ごはんは雑穀ご飯を炊こうかなと思います。お米に市販の雑穀の素を入れて一緒に炊きます。そうしたらまずはお味噌汁を作ります。今日は山芋と大根のお味噌汁にしようと思います。山芋はまず周りの皮のところを火で炙ってひげ根を焦がして取り除きます。こういう山芋は皮がとっても薄いので皮は剥かないでそのまま食べられます。ひげ根が取れたら食べやすい大きさに細く切ります。大根も山芋と同じぐらいの大きさに切っておきます。鍋にだし汁を沸かして大根と山芋を入れて5分ほど煮ます。アクが出たら取り除き、最後にアオサの粉も入れます。アオサは意外に食物繊維が豊富でお腹に嬉しい食材です。いつものお味噌汁にちょっとアオサを入れるだけでとっても香りが良くて美味しいです。そうして最後にお味噌を溶いて完成です。次にトマトのごま和えを作ります。ミニトマトは半分に切ります。大きいトマトを小さくカットして使っても OK です。そして白いりごま大さじ1杯はすりつぶします。市販のすりごまを使っても大丈夫です。ちょっと面倒なんですけど、こうやってすりつぶして使うとリノール酸とかオレイン酸っていった酸化しやすい栄養素も効率的に摂れます。リノール酸やオレイン酸というのはコレステロールや中性脂肪を下げる効果があると言われています。
トマトにすりごま大さじ1と塩小さじ4分の1、砂糖小さじ2分の1を加えて混ぜれば出来上がりです。次は豆腐の卵とじを作ろうと思います。これはお豆腐を使って朝ごはんにぴったりのお腹に優しいメニューです。まずは鍋にだし1カップ、醤油大さじ1、みりん大さじ1を入れて火にかけます。煮立ったら水切りしておいた絹ごし豆腐を手で崩しながら加えます。包丁で切るよりもこうやって手で崩すと断面が大きくなるのでよく味が染みるかなと思います。そうして卵2個をボウルに入れて溶きほぐしておきます。豆腐は5分ほど煮てから溶き卵を回し入れてふんわりと火が通ればこれで出来上がりです。これは消化にもよくって風邪気味の時とかお腹の調子が良くないなという時とかにもとてもおすすめのメニューなのでよかったら作ってみてください。あとは今日は簡単に納豆とめかぶを合わせた小鉢を作ろうと思います。納豆はタレを加えて混ぜたら小鉢に入れてめかぶとしらすも一緒に添えます。納豆などの発酵食品はお腹の中の善玉菌を増やして腸内環境を良くするのに役立ちます。また納豆には納豆キナーゼという成分も含んでいて、これは血液をサラサラにする働きがあると言われています。あとは今日はほうじ茶と柿の葉茶を混ぜてお茶を作ろうと思います。柿の葉にはビタミン C を多く含んでいるのが特徴です。柿の葉のビタミン C は加熱に強いと言われているので、お茶にしても無駄なくビタミン C を取れるのがいいかなと思います。どれこれ好きじゃん、すごいじゃん。また好きだった豆腐。よいしょ。だって1個半でしうん。ょ。あれ1個あれスイカとさ、ひまわりそれすごいやん。ひまわりじゃない、なんだっけ。花が咲けばこれとこれがちゃんとフレーム。
今日は新しいキッチングッズも届いたので、これも紹介したいと思います。お肉を切るための包丁なんですけど、食洗機 OK のものが欲しくて新しく買いました。あと包丁研ぎも古くなってたので新しく買いました。包丁は貝印の関孫六っていうシリーズの包丁です。包丁研ぎはこちらも貝印の関孫六のシリーズの包丁研ぎです。貝印はたくさんいろんな種類の包丁があるんですが、この関孫六の包丁は Amazon でもとってもレビューが良くて、しかも値段も手頃な価格なので買ってみました。持ち手までオールステンレスで食洗機も OK で清潔に使えるかなと思います。持ち手もボコボコがあって滑りにくく、とても持ちやすいです。包丁研ぎは実は前から同じものを使ってたんですけど、ちょっと古くなってきてしまって切れ味が落ちてきたので、同じものを新しく買い直しました。包丁ってしばらく使ってると研いでも切れ味が復活しなくなることって結構あるかなと思うんですが、意外と包丁研ぎの方が悪くなってて、新しい包丁研ぎで研いでみると復活することが結構あるので、包丁を買い直す前に包丁研ぎを新しくしてみるっていうのもおすすめです。あと今日はこの冬の間ずっと冬眠させてたぬか漬けを昨日目覚めさせたので、まずはキャベツを捨て漬けしようかなと思います。キャベツには乳酸菌が豊富に含まれていると言われているので、しばらくお休みさせてたぬか漬けに入れて乳酸菌を増やしたいと思います。使うのはキャベツの一番外側の硬い葉っぱで大丈夫です。2、3枚を丸めてぬか床に入れます。キャベツの葉っぱは3日から4日ぐらいつけたら取り出します。あと今日は簡単な作り置きとしてセロリのにんにく醤油漬けを作ろうと思います。セロリはまず筋を取り除いて棒状に切ります。セロリの葉っぱは千切りにします。セロリの葉は少し硬いので、なるべく細く千切りにしてあげると食べやすいかなと思います。そしてニンニク1かけは薄切りにします。保存容器に酢大さじ2、醤油大さじ1、砂糖大さじ1、唐辛子の輪切りも適量加えて混ぜ合わせます。混ぜたらセロリの茎と葉っぱとニンニクも加えて軽く混ぜてつけます。
セロリの葉っぱは結構最初ボリュームがあるように見えるかなと思うんですが、一晩ほどつけるとしんなりと馴染んできます。一晩つけてからが食べ頃で、保存期間は冷蔵で4日が目安になります。あと今日はレバーの塩麹漬けも作ろうかなと思います。鉄分はとっても不足しやすい栄養素なので、週に1回ぐらいはレバーなどの鉄分の多い食材で作り置きをしてちょっとずつ食べていこうかなと思ってます。レバーは一口大にカットして、ボウルに水をためてレバーも入れて手でぐるぐるかき混ぜながら血抜きします。そしてボウルに入れて塩麹を大さじ2も加えてちょっと混ぜてこのまま一晩つけます。今日はボウルでつけてるんですが、保存袋などに入れてもいいかなと思います。そしたらこれから晩ご飯を作ります。今日は豚肉の生姜焼きを作る予定なので、まずはキャベツの千切りを用意します。キャベツの葉っぱは 2,3 枚をぐるぐる丸めて端から細く千切りにします。繊維の方向を横向きにしてキャベツの繊維を断つように切っていくと、優しい口当たりのキャベツの千切りになります。キャベツは切ったら冷たい水にさらしてシャキッとさせます。氷を入れてよく冷やしておくといいです。よく冷やしたら水気を切って、盛り付けの時まで冷蔵庫でさらに冷やしておこうかなと思います。そうしたら次は山芋ときゅうりの梅ポン酢を作ります。山芋は皮を剥いてポリ袋に入れて綿棒で叩きます。さっきは山芋は皮付きのままでも大丈夫って言ったんですが、サラダで食べる場合は皮を剥いた方が食べやすいかなと思います。ある程度形が残るぐらいまで綿棒で叩きます。そしてきゅうり1本もヘタを落としてから綿棒で叩きます。きゅうりは叩きすぎると粉々になってしまうので、軽くひびが入るぐらいにしておきます。ひびが入ったら包丁で食べやすい大きさに切ります。きゅうりも山芋と一緒にポリ袋に入れて軽く混ぜておきます。次に梅干し1個は包丁で叩きます。梅干しは手作りのこの大きめの梅干しを使ってるんですが、市販の梅干しでももちろん大丈夫です。もし小さめの梅干しの場合は2個から3個ぐらい使ってもいいかなと思います。叩いた梅干しはボウルに入れてポン酢大さじ2も加えて混ぜ合わせます。器にきゅうりと山芋を移して上から梅ポン酢もかけます。叩いた山芋ときゅうりはとっても食感が楽しくて、梅干しでさっぱりと食べやすいメニューになってます。次は新玉ねぎとかいわれ大根の塩昆布サラダを作ります。私は生の玉ねぎが実はあんまり好きではないんですけど、
このサラダは生の玉ねぎでもとっても食べやすくて美味しいので、ぜひ皆さんにも試してもらえたら嬉しいです。新玉ねぎ1/2個は薄切りにして水にさらします。新玉ねぎはそのままでも辛みが少ないので食べやすいかなと思うんですが、水にさらすとより辛みや苦みが抜けて食べやすくなります。水にさらしたらよく水気を切っておきます。かいわれ大根は1/2パックを半分に切ります。ボウルに新玉ねぎ、かいわれ大根を入れて、塩昆布と鰹節、ごま油も加えて混ぜ合わせます。生の玉ねぎには硫化アリルという成分を多く含んでいて、血栓の予防や消化促進などの作用があると言われています。続いてメインのおかずの豚肉の生姜焼きを作ります。豚ロースは生姜焼き用のものを3人分で9枚使います。まずは薄力粉を薄くまぶしておきます。薄力粉はあんまりたくさんまぶしすぎないようにして、まだらにかかるぐらいにしておくのがポイントです。フライパンにサラダ油をひいて豚肉を並べて焼いていきます。全部は一度に入りきらないので何回かに分けて焼いていきます。両面焼き色がついたら取り出して次の分も焼いていきます。焼いている間に調味料を混ぜ合わせておきます。おろし生姜2かけ分、醤油、酒、みりんが大さじ2、砂糖小さじ2を混ぜ合わせます。フライパンに全部の豚肉を戻し入れて、少し加熱してから合わせ調味料も加えて絡めます。汁気を飛ばしながらよく豚肉に絡めて、これで出来上がりです。豚肉には疲労回復に役立つビタミン B1 が豊富で、ちょっと疲れ気味な時にもおすすめのメニューです。めっそうこれ。いやめっちゃ美味しい。手を合わせていただきます。無視をするな。何これ。おお。赤なんだめっそうさ。仲間。あそこにいる人。色ってどうやってつけるの？わかんない。それは聞いた方がいい。俺これがいいな。これ見て。これどう？ね、これ。1個か2個ぐらい作れるんでしょ？こういうやつ。